はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はマジェスティ125自ら招いたクラッチジャダー修理編です。自ら招いたとはどういうことか。前回折れたスタッドボルトの除去作業で邪魔なエンジンブラケットを外すためとある作業をせずに横倒しにしてしまいました。最後までゆっくりしていってね。というわけで、前回のスタッドボルト交換後、突然クラッチジャダーが発生。でも1週間ぐらいで収まってきた。一過性だからクラッチの寿命でもない。しまった、ギアオイル抜くの忘れた。作業しやすくするために横にしたけれど、ギアオイルを抜かずに左に倒すとオイルシールの隙間からにじみ出し、遠心力で外周に回り、アウター内でクラッチシューが滑るクラッチジャダー発生。自分のミスが招いた結果です。中はオイルで汚れていることでしょう。今回はオイルによるジャダーですが、一般的なメンテナンスと同様です。お約束のぐるりと一周11本。めんどくさい。やはりオイルで汚れていますね。クラッチアウター内を見てみましょう。フーリーホルダーをセットして滑らないようにきつく締めて、回り止めに鉄パイプで延長、メガネレンチをセットしてキック。固形化したオイルと汚れが端に溜まって土手を作ってました。ガスケットは再利用したいので丁寧に剥がします。シーブの間に指を入れて握って広げ、ベルトを沈めながら手前に引き抜く。クラッチシューを見てみましょう。中心部のドライブシャフトから外側へ遠心力で移動したオイル跡、クラッチシューに染み込んでいます。ケース内にも油が飛び散っています。ベルトにかからないようにしつつ、浸透潤滑剤で汚れを柔らかくします。ここの汚れ方を見ると、もしかしてエンジンオイルも漏れていたかも。いやー、間違いなく漏れていたでしょう。さらにブラシでこすっておくことで油
油汚れを落ちやすくしておきます。あとは一気にパーツクリーナーで上からライン流していきます。よし、オッケー。こんなに油汚れが落ちました。あとは綺麗なウエスを使ってパーツクリーナーでひたすら洗浄。そして今回の主役、クラッチアウターです。ブラシを使って固形化している汚れの土手を崩しながらパーツクリーナーで溶かしていきます。よし、オッケー。これは確実に油汚れです。パーツクリーナーや汚れがベアリングにかからないようにしてクラッチ本体とシーブを洗浄。クラッチ本体もガンガン洗浄します。ここの部分は油一切 NG なので迷うことなくガンガンいきます。さらにすすぎの2回目。最後にクラッチシューの表面に油のシミができているのでヤスリで表面だけ削ります。紙ヤスリ120番ぐらいでも OK。 面に沿って差しく浅く削ります。エアダスターで削りカスを飛ばしてよし、オッケー。ついでにベアリングの古いグリスを拭き取ってグリスアップします。そして今回はセカンダリーシーブ用のヤマハのグリース E を使用。トルクカムにも使用できる耐熱性で幅広く利用でき安心の純正品です。前回ベルハンマーグリスナンバー0でオーバーホールをしたところ視聴者様から柔らかすぎるとご指摘をいただき反省。確かにスムーズだったのですがグリスの硬さ強度が低く持続性は確かに疑問でした。ベアリングの中に入れ込みました。余分な
OK。オイルシール付近とドライブシャフトにも薄く塗ります。最後にもう一度脱脂して組み付けていきます。ベルトをはめたらシールを広げてベルトを深く落とし込みセット。少し回すとベルトが適正な針に。クラッチアウターをセット。念のためネジ部を脱脂洗浄。回り止めに鉄パイプで延長。トルクレンチを60ニュートンメーターにセット。よし、OK。クランクケースカバーをつけようと思ったら、こちらもすごい油汚れ。浸透潤滑剤とブラシで汚れを浮かし、落ちやすくしておきます。パーツクリーナーで上から一気に汚れがみるみる落ちて気持ちいい。通常は油汚れとは無縁の場所なのに、この汚れは普通じゃない。エンジンオイルも漏れていたようです。ウエスで拭き取り乾燥したら、リターンスプリングに錆防止のグリスを薄く塗り、スターターワンウェイクラッチとキックピニオンギアのグリスアップ。上側のケースボルトを 2,3 本仮通し、ガスケットを吊るすように乗せて、ケースカバーを戻すと楽です。ガスケットの位置を確認したら、ボルトを全部刺して締めていきます。内側から対角線上に11本。トルクは片手の力で回らなくなるくらい。エアダクトフィルターを洗浄して、カバー類を元に戻します。フリーザーパイプを忘れずに戻して、完了です。ちなみに修理初日に何も知らず初めて横倒しにしたため、
センタースタンドもおりました。しかも経年劣化で摩耗していて、取り付け穴もこんな状態だったので、某奥の中古で交換しました。まさかこんなことになるとは。予定外の出費になりました。漏れた量を確認しようと思います。ギアオイルを抜いてみました。果たして 130cc 出たはずのオイルはどのぐらい残っているのでしょうか。全部出たようです。磁石でボルト回収。それでは元に戻して残量を測ってみましょう。30cc のシリンジで数えてみます。だいぶ少なくなってきたけど、シリンジのエアを抜きつつとりあえず 30cc×4 回イコール 120cc。 そしてなんとか残りをかき集めてダメ押しの 5cc、130cc に対し合計 125cc 残っていたので、実際に漏れたのはたった 5cc でした。たった 5cc でもクラッチアウターに入るとクラッチには致命的でした。皆さんも横倒しにするときはオイルの置き忘れにお気をつけくださいませ。普通はやらないか。また見てねー。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。